こんにちは、しょうこです。毎週様々なホテルで過ごすアラサー OL です。ホテルステイの様子をお届けしていきます。それではどうぞ。今回は今年の7月に新たにプレミアブランドとなった JR 東日本ホテルメッツプレミア横浜桜木町に行ってきました。出張でよく横浜桜木町に来る知り合いがおすすめしていたので期待大です。プレミアになる前に一度宿泊したことがあったのですが、変化はどうなっているんでしょうか。宿泊したお部屋やアメニティ、朝食をしっかりとお届けしますので、少し長いですが最後まで見ていただけると嬉しいです。ホテルまでの行き方はこちら。詳細確認したい方は動画を止めてご確認ください。14時半ごろホテルに到着いたしました。桜木町の新南口が一番近い出口になっています。2020年6月にこの出口ができて、よりホテルへのアクセスがしやすくなりました。15時チェックイン。今回は9階の908に泊まります。それではルームツアーからスタート。今回泊まったのはスーペリアダブルのお部屋で、ダブルサイズのベッドが1つあるお部屋になっています。部屋入って左手の扉開けていきたいと思います。こちら洗面台、あとお手洗いになっています。洗面台にはコップ2つと、あとハンドソープが置いてあります。でこちら足元にタオルとドライヤーがあります。ドライヤーはこちらダイソンのドライヤーになってます。その横の扉がお風呂場になっています。左からシャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、すべてスティーブン・ノルのものになってます。その先にはオープンクローゼットがあります。消臭スプレーがかかっていて、あとブラシ、靴べら、シュークリーナー、バゲージラック、スリッパがあります。スリッパ1足開けちゃったんですけれども、ふかふか具合チェックしていきたいと思います。結構クッション性はあるかなって感じがします。これのいいところはこの裏側ちょっと硬い作りになってるので、私会社のオフィスで自席にいる時にはこれ履いてますそしてなんとダイソンが置いてあります。空気清浄機かな。なんか私リニューアルというか、ちょっと前にも撮影とか関係なく泊まったんですけど、その時よりアメニティやこういうのが良くなってる気がします。ベッドはこんな感じでシモンズ製のベッドになっています。今回もいつもの通り連泊してるんですけど、基本エコ清掃になってるらしくって、指定清掃日っていうのがあって、指定した日にはしっかり全部清掃してもらうってこともできます。左右にコンセント一口と、あと USB ポート一口ずつついています。この四角いのベッドライトになってて、こんな感じでつくんですけど、これ意外にも柔らかいっていう頭ぶつけても安全ベッドの向かいに大きなテレビがあります。こちら YouTube も見ることができます。テレビの下の部分にもコンセントと USB ポートがありました。テレビ横には客室電話とメモ帳とペン、そして小物入れ、そしてティッシュ、ゴミ箱が置いてあります。椅子2つと、あと机もあります。椅子の高さと机の高さ的に、仕事とかもしやすいかなと、パソコンワークもやりやすいかなと思います。マッサージ機も部屋に置いてあったので後で使おうと思います。横の棚にはライトとドリンクコーナー、時計が置いてあります。結構明るめのライトになっています。ドリンクコーナー紹介していきます。使ったやつ置くケースと、ドリップバッグコーヒーですね。多分普通のやつ、この緑の方が普通のコーヒーのドリップバッグで、こっちがデカフェのコーヒーになってます。あとはマドラーと砂糖とクリームも置いてあります。お水は缶のタイプですね。こちらも2本置いてあります。続いてこちらの棚の引き出し見ていきたいと思います。1段目すごい薄い棚になってて、ここには非常灯とマルチ充電器と卓上鏡が置いてあります。さっきのテーブルとかでメイクできるので、卓上鏡あるのすごく嬉しいです。で2段目は何かというとケトル、あとはグラス2つとマグカップ2つが入っています。
棚の下には冷蔵庫があります。冷凍庫はついてないタイプです。で、中にはチルアウトとギャバがなんと入ってます。ここ何回か泊まったことあるんですけど、これなんか補充される日とされない日があるというか、なんか言えばくれる人、いやあげられないんで原則みたいなことを言うスタッフさんもいて、どっちが正解かちょっとよく分かってないんですけど、聞いたらもらえたり、連泊だとしても次の日もらえたりする日もあります。ルームツアー最後となりましたが、部屋からの眺望を見ていきたいと思います。ピオシティビューアメニティはフロントにあるアメニティバーから取ってくるスタイルです。アメニティが充実しているのは私的にはすごく嬉しいポイントです。アメニティバーから使うものを持ってきたので紹介していきたいと思います。スキンケア、なんと石器製でした。これ嬉しい。クレンジングと化粧水と乳液と洗顔料があります。フェイスマスクあるのも嬉しい。2種類あって、なんだろう、こっちセラミドか、こっちが蜂蜜ロイヤルゼリー。多分こっちすっきりでこっちしっとりなんで、夜と朝で使っていこうかなと思います。続いてこちら、ボディタオルです。ちょい薄めだけど縦長の背中洗いやすそうなボディタオルになってます。で、続いてこちら、入浴剤。連泊するので2つ持ってきました。1種類がバブで、もう1個が日本の名湯が置いてありました。バブはこれ今回は森の香り持ってきたんだけど、ラベンダーもありました。で、こっちのなんか温泉の匂いのやつは今回別府持ってきたんですけど、乳頭温泉とか、あと道後温泉、あともう一個何だったかな、那須塩原だったかなの温泉の香りっていう4種類ありました。かなり充実。カミソリとシェービングクリームはシックのやつです。で、見て、しかも4枚刃だよ。結構しっかりめのカミソリでした。ちょっと毛生えてたら使おうかなヘアブラシ、こういう普通のタイプですね。折りたためるので持ち運びには良さそう。あとはヘアゴム、結構頑丈そうなヘアゴムです。あとは綿棒4本持ってきてみましたそしてコットン、薄手のやつが2枚入ってます。歯ブラシセット、毛先細いのと、細いというか長いのと短いのが交互になってるタイプの歯ブラシです。で、歯磨き粉もついてて、このちっちゃいタイプ、キシリトール配合のちっちゃめの歯磨き粉もついてます。でさ、なんかさ、電動歯ブラシとかさ、自分で持ってくるよって人もいると思うんだけどさ、こちら今紹介した歯磨き粉だけのパウチも置いてあります。あと、ちょっとスキンケアとかとはかけ離れるけど、こういうお茶も置いてありました。1種類だけ持ってきたけど5種類くらい多分このシリーズで置いてあったので、お茶好きの人はアメニティボックス、アメニティコーナーから取ってくるのもいいかなと思います。パジャマは上下別のタイプです歯磨きしながらしゃっくりが出る。そろそろ寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。2日目の朝です。部屋にあったマッサージ機を使用しながらメイクをしています。ちょっと上に上げて背中で押さえるとめっちゃいい感じです。10時頃、館内施設を巡りました。フロントは温かみのある空間になっています。コーヒーとココアが入れられるマシーンが置いてありました。じゃらんの何か賞を受賞しているようです。コーヒーを持って部屋に戻ってきました。シュークリームとともにいただきます。青森で美味しいシュークリームを食べてからシュークリームを見るとなんでか買ってしまいます。フロントと同じ3階には自動販売機が設置されています。電子レンジや製氷機もあります。全自動洗濯機が複数あるんですけれども、私は全て洗濯して帰りたい派なのでとてもありがたいです。こ
こちら電子マネーが使えるのですが、私が使用したタイミングは2台だけ現金のみでした。ご注意ください。12時半ごろ1階の汽笛でランチをいただきました。ランチメニューはこんな感じです。こちらのホテルの朝食券はランチやディナーの営業時間帯で食事券としても利用できます。私はチキングリルを注文しました。ソースを選ぶことができて、さっぱりの梅しそポン酢にしています。彼はトンテキを注文していました。トンテキはこのお店の名物らしいです。ご飯が進む味付けでした。チルアウトを飲みましたが、なぜか体がめっちゃ痒くなります。これは何？おはようございます。3日目の朝です。この日は9時頃、朝頑張って起きて朝食会場へ行きました。お昼と同じ汽笛が朝食会場になっています。新鮮な地元食材をふんだんに使用した和洋のモーニングビュッフェとなっています。なくなったら他のメニューに変えられていたものも結構あったので、デザートも含め食べたいものは最初から取っておくのが良さそうです。私たち3色団子食べたかったんですけど、気づいたらなくなってました。悲しい。朝ごはんあまり食べない派の私たちなんですが、朝食がついているとがっつり食べちゃいます。これでも最近食べられなくなった方かなと思います。あとはビュッフェよりもコース料理の方が最近は好きです11時チェックアウトです。知り合いが言っていた通り、プレミアムになってかなりアップグレードしているように感じました。私的にはアメニティの質と量がすごいいいかなと思います。あとは朝食券をランチやディナーの食事券として使える点がいいですね。出張や観光時にぜひ使いたいホテルだなと思います。このチャンネルではアラサー OL がいろいろなホテルの滞在記を配信しています。今後の投稿はちょっと頻度が下がるかもしれません。ですがゆっくりでも続けていきたいと思っていますので、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださりありがとうございました。